今回はミステリーアドベンチャーです。ミステリーというと推理物？そうですね。それでは今回のゲームはこれです。殺人は手紙に乗ってツインソフトから1988年に発売されたアドベンチャーゲームです。今回は PC88 版でプレイを進めていきますよ。いかにも殺人事件が起きそう。コーポ山崎の管理人室に最近高校生の指定が越してきた。姉の名前は山崎ひろみ、緑が丘高校の3年生。弟の名前は直樹、同じ高校に通う1年生。刑事をしていた山崎ひろみの父親は10年以上前に土地付きでこのアパートを買った。定年後のことを考えてのことだった。すべてが幸せに進んでいるようだった。両親は銀婚式を記念して台湾旅行に出かけた。そしてその時、不幸は突然指定に降り注いだ。両親の乗せた飛行機が日本海上空で行方不明になり、乗客全員が絶望視された。そしてその結果、二人には生活するには困らないだけの保険金とこのアパートが残された。悪いことが重なるように、今度はアパートで悲劇が起こった。前々からこのアパートの土地に目をつけていた不動産会社が地上げやまがいの嫌がらせを始めたのだ。管理人の老夫婦はそれに並行して辞めていった。指定は両親の残してくれたアパートを守るために管理人としてアパートに越してきたのだった。今まで住んでいた家はもともと借家なのと、二人とも両親の思い出が残る家にいるのが辛いこともあり、越してくるには何の問題もなかった。そして二人の奇妙な生活が始まった。これ地上げ屋が来るね。管理人室から朝食の支度をする音が聞こえてきた。最近では珍しくない朝の光景だった。まだ寝ているのを起こす声が部屋の中からいつものように聞こえてくる。兄貴、いい加減に起きろよ。起きないと食事に来だぞ。もう朝なの。私は低血圧なんだから朝は弱いのよ。へえ、兄貴が低血圧で、血が大きいのは知っていたけど、それは知らなかった。何か言った、直樹？いいえ、何も言っていませんよ。毎朝、男の俺が食事を作って、兄貴がギリギリまで寝ているなんて、お袋が生きてたら許さないんだろうな。でも、親父もよく朝飯を作っていたって、うちは代々、女性に弱いのかもしれないが、俺も嫌いじゃないから、まだやっているけど。おはよう。何ぶつくさ言ってるのよ。ご飯まだ？早く食べないと遅刻しちゃうじゃない。急いで急いで。だから俺が、さっきからそう言っていたのに起きないから。何か言った？いいえ、別に、それより玄関に誰か来ているみたいだよ。兄貴、家賃は集めたのかよ。月末だから気を利かして持ってきてくれたんじゃないか。いけない。でも今時、銀行振込が当たり前なのに、なんでいちいち管理人が集金しなくちゃならないの？前の管理人さんが、そうしていたんだから仕方がないだろう。それに、宮と顔を合わせて話をしておくきっかけにいいじゃないか。まあね。そうそう。お客さんだったわ。直樹、出て。俺は食事の用意をしていて、両手が塞がっているの。兄貴、出てくれよ。わかったわよ。出るわよ。誰かしら。こんな朝早く。ドアを開けるとそこにいたのは、父親の元部下の大岩刑事だった。いいよ。久しぶり。してよ揃って元気そうだ。大岩刑事さん、珍しいわ。父から大岩さんは朝寝坊だって聞いていたけど。誰かと同じだ。大岩さん、兄貴のパジャマ姿でも見に来たんじゃないの。残念だったね。直樹。制服姿も悪くないけどな。ロリコン、もう、おじさんなんだから。ところで、話があるんじゃない？目が徹夜明けみたいに真っ赤よ。さすがひろみくん。お父さんがよく言ってたよ。ひろみくんは勘が良くて、ひろみくんの前では嘘がつけないって。その通り、私、将来刑事になりたいの。そして、お父さんが捕らえきれなかった上村隆一を捕まえたいの。父親が追っていた犯人かな？ひろみくんが、そういう風に考えていたなんて初耳だな。今では警察でも、女性がどんどん進出しているから可能性はあるな。日本もおしまいだ。ところで、室岡幸子さんって女の子を知っているだろう。室岡幸子さんって、兄貴と仲が良かった、おとなしい人だろう。幸子とは、高校1、2年と同級生だったの。3年の時に、隣町へ引っ越してしまって、今では、隣町の白川学園に通っているはずよ。その室岡さんが、昨日の夜8時頃、入院先の病院のそばの踏切で、走っている列車に跳ね飛ばされて死んだんだ。即死だ。どうして？室岡さんは自殺未遂を起こして病院に入院していたんだ。手首をカッターナイフで切っていたそうだ。踏切事故は日曜日の夜に起きている。それだけなら、踏切に飛び込んだのも自殺だと言えるんだが、踏切事故があった現場に目撃者がいて、男が現場から走り去るのを見ているんだ。それじゃ幸子は、その男に突き飛ばされ殺されたのか、自分で踏切に飛び込み自殺したのか、わからないのね。しかし、一度自殺未遂した者が二度も自殺をするものだろうか。
目撃者は怪しくないの？それに、目撃者の人は、走り去った男の特徴を見てないのかしら？特徴と言われても、その日はもやが発生していたのと、目撃者が立っていたのは踏切の反対側だったので、よく見えなかったんだ。それじゃ、なんで走り去った人が男の人だと断言できたの？おかしいわね。それは、そうだ、走って逃げた人がどう見てもスカートじゃなくって、ズボンを履いていたから、そう思ったんだ。なんでそんな必死なの？でも、踏切事故があった8時頃なら、運動部帰りの女の子も歩いていておかしくないし、その子ならスカートは履いていないわ。大岩さん、さっきから目撃者の人の話を自分のことのように話していない？実は、目撃者というのは、何を隠そうこの僕なんだ。大岩さんが目撃していて、その人を逃がしちゃったの？面目ない。事件の後で、室岡幸子のお母さんから事情を聞いていると、ひろみくんの名前が出たんで、それでひろみくんにも話を聞こうと思ってね。大岩さん、ちょっと待っていて。去年、2人で撮った写真があるはずだから。はい、これよ。少し色あせているけど、よく撮れているでしょ。大岩さん、私、その走り去った人が気になるの。これは勘だけれど、幸子が通っていた学校に、その人が関係していると思うの。学校か、面倒だな。学校はあれでも小さな社会だ。その中には俺たちみたいなのが入っていくと、よそ者として嫌がられ、捜査が進まない。私ならその点は大丈夫ね。何しろ現役の高校生だもの。兄貴、またとんでもないことを考えているな。おいおい、俺は何もそんなつもりで言ったんじゃないんだぞ。平気、任せて。私、幸子のためにも犯人を捕まえたいの。犯人を捕まえる？本気？ちょっと、ひろみくん、待ってよ。大岩さん、兄貴は一度言い出したら止まらないんだ。何しろ頑固なのは親父譲りなんだから、付き合ってあげてよ。幸子の仇は私が取るわ。参ったな。これで捜査を始めることになったんだね。そうですね。大岩刑事も協力してくれるみたいですね。でも学校はどうするんだろう？あっこの刑事も紹介されるんだ。これは今回の事件で亡くなった女の子ですね。朝早く訪れたヒロミの父の元部下、大岩刑事は、ヒロミの友達で高校2年まで同じクラスだった室岡幸子の死を告げた。昨晩、室岡幸子は、踏切で走行中の列車に跳ね飛ばされ即死した。その時、現場から走り去る男の姿を、偶然現場にいた大岩刑事が目撃していた。事故死に見せかけた他殺とも、自殺とも思える室岡幸子の突然の死だった。ヒロミと弟の直樹と大岩刑事の3人は、室岡幸子の事件について話をしていた。室岡さんは自殺未遂を起こし、入院していたんだ。ひろみくん、何か心当たりないかな？幸子には好きな男の子でもいたのかしら。幸子って昔から一途なところがあったから。その時の状況を聞きたいね。肥満だった俺は自分のアパートから駅前に向けて歩いていたんだ。確か、大岩さんのアパートは中山町だったわね。そう、その踏切はアパートと駅の間にあるんだ。朝夕は通勤列車が休みなく走っているんで、踏切が10分以上も開かないことがよくあるんだ。時刻は？夜の8時頃だけど。それじゃ、通勤列車が休みなく走っていたんじゃない？ちょうど帰宅時間か。俺が室岡さんに気がついたのは、5分ぐらい踏切で足止めされ、列車が途切れてからだからね。他には人は？俺の立っている方には、買い物帰りの主婦が一人いたかな。列車が走り去り次の列車が来る間にふらふらと彼女が線路上に飛び出してきたんだ。その時、走り去る人を見たのね。あ、今思い出したが、白いスニーカーと白い帽子をかぶっていたな。暗闇の中で印象的だったんで覚えているんだ。やっぱりあれは男だったよ。じゃあ、室岡さんの家に話を聞きに行こうか。私、これから室岡幸子さんの自宅に行って、幸子さんのお母さんに会い話を聞いてみるわ。でも兄貴、学校はどうするんだよ。2、3日風邪をひいたことにして、学校を休むから、直樹から先生に連絡しておいてよ。中途半端な気持ちで調べようって言うなら、僕は反対だな。兄貴は本気で2、3日で調べられると思っているのか？そう言っても、ひろみくんには学校もあるし、そんな本気で調べなくったっていいんだよ。俺としては協力してくれれば助かるんだから。いいえ、直樹の言う通りよ。私、今日から1週間以内で、調べられるところまで調べてみるわ。その間は学校は休むことになるけど。OK、そういうことなら協力するぜ。しかし1週間経ったら、きっぱり偵察ごっこはやめるんだぜ。いいね。ありがとう。今日は月曜日だから、今度の日曜日までに犯人を捕まえてみせるわよ。やれやれ、とんでもない指定だな。これが山崎刑事の血筋というものかね。さて、車は外に止めてあるから、これから向かうとしましょうか。山崎ひろみと大岩刑事は、
隣町にある室岡幸子の自宅まで車でやってきました。ここは、室岡幸子の自宅の応接室です。室岡幸子のお母さんがソファに腰掛けています。自殺未遂の件について聞いときたいな。あれは金曜日でしたから3日前になりますね。真っ青な顔色で幸子が学校から帰ってくるなり自分の部屋に閉じこもってしまったんです。私も心配になり、夕食にこじつけて幸子を呼びに部屋に行ったんです。そして部屋を開けるとベッドが真っ赤で、幸子が倒れていたんです。私はびっくりして救急車を呼び、病院に運んだんです。幸子は手首をカッターで切っていたみたいで傷は浅く、安心していたんです。それが昨日の晩に私服に着替え、病院を抜け出して、なんで踏切なんかに行ったのか、そうしてなければ死ぬこともなかったのに。どこに入院したのかな？幸子が入院していたのは、踏切そばにある大きな総合病院です。部屋番号ですか、215号室です。後で行ってみよう。他には？部屋の壁にはセーラー服がかけられていた。そういえば、学校に潜入するなら制服がいるよね。ひろみは壁にかけられているセーラー服を手に取った。おばさん、しばらくの間このセーラー服を貸してくれませんか？それはいいけど、そうだわ、隣の部屋で着てみてくれないかしら。どう？おばさん。あら、サイズは幸子と同じね。幸子も生きていれば。おばさん、元気出して、どうぞ、私のハンカチを使ってください。ありがとう、ひろみちゃん。その制服のポケットに幸子の新しいハンカチが入っているから、ひろみちゃんはそれを持っていて。はい、大事に使わせてもらいます。セーラー服の胸ポケットを見ると、ハンカチと折りたたんだ紙が出てきました。紙？折りたたまれた紙切れは、どうやら試験用紙のようです。名前も何も記入されていない試験用紙です。なんで試験用紙が？さあ、なんでしょうね。幸子の答案用紙じゃないみたいだし、かといって名前は書かれていないし。病院の方、行ってみようか。一人で出かけるんなら気をつけて行動するんだぞ。あれ、来てはくれないんだ。ここは室岡幸子が入院していた病室です。病室では、看護婦が一人、忙しそうに働いています。ここは、写真を見せて聞き込みかな。あら、昨日まで入院していた子じゃない。今日お母さんが、その辺りにある荷物を片付けることになっているのよ。知ってそうだね。知っているわよ。自殺未遂した子でしょ。昨日の夜、踏切事故で死んじゃったんでしょ。かわいそうにね。そういえば、彼女が入院している時に若い男の子がお見舞いに来ていたわね。男の子？服装？白い帽子に T シャツで、スニーカーを履いていたわよ。その男の子ったら、私に花束を預けて自分は彼女に会わずに帰っちゃったのよ。怪しい。自殺未遂については何か知ってるかな？それがね、担当の先生に聞いたら死ぬような傷じゃないんですって。本人も死ぬつもりじゃなかったんじゃないか、って先生が言っていたわ。誰かに対するアピールってこと？いつの間にか私服に着替えて外に出たらしいのよね。なんで踏切のそばなんかに行ったんでしょうね。踏切の場所？ここを出て、すぐそこよ。花束はどうしたのかな？室岡さんに渡したわよ。その花束は、私だけさ片付けたの。そしたら花束にメモが挟まっていたの。花束と一緒に捨てたけどね。メモ？そりゃ悪いと思ったけど見たわよ。外で待っています。H って書かれていたわ。でもなんで花束に挟まっていたのかしらね。メモで誰かに呼び出されたのかな？サイドデスクの上には、櫛と鏡が置かれています。室岡幸子さんの櫛と鏡ね。今日お母さんが片付けに来るから、そのままにしておいてね。そういえば昨日、室岡さん宛てに電話があったわ。電話？電話があった後、櫛と手鏡でおめかししているんで、電話の相手はてっきり男の子かと思ったから覚えていたの。準備していたってことは、それも、会う約束の電話ってことだよね。受付の人に何気なく聞いてみたら相手は女性だったの。若い感じの女性で、年齢まではわからないけど、お母さんじゃないことは確かね。メモの男の子と電話の女性。踏切の方を確認してみようかな。ここは事故現場の踏切です。主婦が一人踏切そばに立っています。聞き込みをしてみようか。一人はあなたみたいね。もう一人は誰かしら？可愛い子ね。もしかしてあの写真の子のことかしら？そういえばここで飛び込み自殺があったのよね。事故に遭った子も同じくらいの年齢だったみたいよ。たまたま偶然に事故を見ちゃって大変だったわ。隣にいた男の人が刑事さんだったらしいんだけど、慌てちゃって見ていられなかったわ。このおばさんもその時いたんだね。私は自殺じゃないと思っているの。まるで吸い込まれるように列車の方に倒れてきたの。まるで誰かに押されたかと思ったわ。誰か見ませんでしたか？ごめんなさい。私は刑事さんが追いかけていった人にも気がつかないぐらいだから。大岩刑事はどうだったんだろう？事故があった瞬間、手入れで気が動転しているのよ。
列車が急停車した後、向こう側に渡って誰かを追いかけていったけど、大岩刑事が間違ったこと言ってなさそうってのは分かったけど、病院に戻ってきたよ。踏切の方に行ってきたの？病院に見舞いに来た人が、その辺りで指輪をなくしたんですって。見つけたら教えてね。お礼が出るんですってよ。ちょっと見てみようか。というわけで踏切に来たよ。何か線路に光るものが見えます。線路の間に指輪が挟まっています。指輪の石はダイヤのようです。かなり高級そうな指輪です。線路の奥の方に挟まっていて、取れそうにありません。取れないか。指輪は、あった？指輪をなくした人は、毎週週末に見舞いに来るの。今週は土曜日の夕方に来る予定だから伝えておくわね。それでいいのかな？あのダイヤの指輪、レールのところ挟まりっぱなしになるけど。ゆうきさんって人なんですけどね、お母さんが長期入院なさっていて昨日も見舞いに来たんです。それで指輪をなくされたみたいなんです。室岡さんの家に戻ってみようか。忘れていたんだけれど、幸子に頼まれてひろみちゃん宛ての手紙を土曜の午前中にポストに投函したの。今日にはついているはずだわ。じゃあ届いてるのかな？ここは高校山崎の前です。2階の階段の下に集合ポストがあります。山崎と書かれたポストの中を開けてみると、はがきが1枚入っていました。水木玲子様宛てと書かれた電話局からの電話料金催促のはがきです。あれ？間違って配達されてる？郵便配達の人が間違えたんだろう。もしかして、室岡さんからの手紙も他のポストに間違えて入れられているんじゃないかな。直樹くんが気を利かして部屋に持ち帰っているかもしれないから、部屋に戻ってみようか。おかえり、どうだった？新米探偵さんの一日としては収穫はあった？ 1日目としては収穫があった方よね、大岩さん。室岡さんがお母さんに頼んで、土曜日にひろみくん宛てに手紙を出しているんだ。でもポストには手紙は入っていないんだ。直樹くんは知らないかい？さあ、知らないな。そうだ、姉貴が明日、皆のところへ家賃を集めに行くだろう。その時に、誰か間違えて持って行ってないか聞いてみれば。そうね、そうしてみるわ。それに明日は新しく入居してくる高根沢さんの挨拶もあるし。それじゃあ、俺はまた明日来るよ。今日は、お疲れ様。大岩さんもお疲れ様でした。おやすみなさい。今回はここまでにしておきましょうか。まだまだわからないことだらけだね。そうですね。2日目でどういう進展を迎えるか気になりますね。それでは、次の動画でまたお会いしましょう。またね。